はい、哲也です。今日はね、トランプ・マコーネルの更迭を示唆というテーマでお話してみたいと思います。いつも申し上げているように、今トランプさんの最大の関心事というか目標はね、2つあるんですよ。一つは来年の中間選挙で勝利し、共和党を上下両院とも多数派にするということです。そしてもう一つあるんですよね。何でしたっけ？そう、来の名ばかりの共和党員、よりはっきり言えば裏切り者を徹底排除するということです。おそらく民主党と一緒になってトランプさんを2回目の弾劾裁判に導いた下院の10人の裏切り者については、全員刺客としての対抗馬を立てて落選させようとすることでしょう。しかし上院ではトランプさんに弾劾裁判で有罪票を投じた7人の裏切り者については、次期中間選挙で改選期を迎えるのはアラスカ州選出のリーサ・マカフスキー氏のみなので、その他の裏切り者については引退組を除いてはそのまま議員として居残るのを許すしかありませんね。ただしそんな居残り組の多くはライノの親玉とも言うべきある大物議員の影響をかなり受けているので、その大物議員の力さえ削げば居残った裏切り者の勢力を削ぐことも可能になるということなんですね。はい、その大物とは一体誰でしょう？っていうかもう皆さんお分かりですよね。そう、米国版2階に住むパンダハガーことミッチ・マコーネル上院院内総務です。そして今トランプさんとマコーネルさんの関係は最悪の状態に陥っていますよ。なぜなら先日もね、このチャンネルでお伝えしたように、マコーネルさんがトランプ大統領当時に司法長官を務めたウィリアム・バー、ね、ビル・バーとも言うんですけどね、ウィリアムさんというのはビルさんとも呼ばれるようですよね。だからビル・クリントンもひょっとしたらウィリアム・クリントンだったのかな、ちょっとよくわかりませんけども、ウィリアム・バー氏を説得して、民主党側の選挙不正問題に介入しないように仕向けたことが最近の報道で明らかになったからです。もともとトランプさんとマコーネルさんの関係はいい時もあったんですけどね、最近ずっとギクシャクしてきたわけですけどもね、今回の一件によりもはやポイントオブノーリターン、期間不能点、つまりもはや後戻り不可能な段階を超えてしまったものとみられます。その証拠にトランプさんのセーブアメリカパックというね、政治活動委員会のホームページには最近2日連続で辛辣なマコーネル批判が展開されました。一人の人物に対してホームページを使って連続で批判することは結構珍しいことだと思いますよ。まず1回目の批判は6月28日の投稿で展開されました。短いのでそのままご紹介しますね。ミッチー・マコーネルが本来のように大統領のために戦っていたら、今頃は彼が阻止できないことを証明した法案、これは民主党が出しているひどい法案ですね。その法案のすべてに大統領、これはトランプさんが当選していたことを前提にしてますから、トランプさんの拒否権が与えられていただろうということですね。これはちょっと分かりにくいかもしれませんけども、トランプさんが当選していたらね、マコーネさんが必死で応援して当選していたら、民主党がね変な法案を出してきても、大統領としてねトランプさんが拒否権を発動すると。アメリカってすごい制度があってね、議会で決まったことでもトランプさんだけでなくてですね、大統領は拒否権を持ってるんですね。ですから拒否権を発動して、拒絶しただろうということなんですね。はい、次ちょっと読みますと、言うまでもなくジョージア州で上院議員の議席を2つ失い、共和党は上院で少数派に陥ってしまった。これはね、今年1月5日にね行われたジョージア州での上院の決選投票の結果を指しているんですね。その日2議席のうち1議席でも取っていれば共和党は多数派を維持できたんですけれども、しかしねトランプさんの言い分では、マコーネルさんが
不正選挙に関する追及にね、非常に不熱心で、そんな不正なんかなかったんじゃないかみたいな雰囲気出してたんですよね。そしてもう一つね、民主党が提示した国民への多額の給付金の支払いに関してね、反対をしていたということもあったんですね。そういうことがやはり影響して、2議席とも失ってしまったんではないかと、トランプさんはそういうふうに考えているわけです。で、次読みますね。彼は決してホワイトハウスのために戦うことはなく国を誤った。つまり、マコーネルさんはホワイトハウス、いわばその時のね、ホワイトハウスの主人であるね、トランプさんのために戦うことはなかったということなんですね。次を見ますと、私はケンタッキー州で彼を支持すべきではなかった。私の応援がなければ彼は予備選に負けていたことだろう。これはトランプさんがね、当時不利が予想されていた、年齢も非常に高かったしね、不利が予想されていたマコーネルさんを信じてね、一生懸命応援して、マコーネルさんを勝利に導いたことを指しているんですね。次を見ますと、報道によると彼は相棒のビル・バーに、これウィリアム・バーさんですね、ビル・バーに不正な、これフェイクニュースが言及しない大量の証拠に裏付けられている選挙の問題を早々に終わらせ、バイデンのためにそれをできるだけ早く封印するよう説得したということなんですね。このマスコミはね、フェイクニュース、ほとんどのマスコミがフェイクニュースだったということなんですね。それでトランプさんの主張については全てベースレス、根拠がないとかね、証拠がないとかずっと言ってましたよね。そういうことを指していると思うんですけども。はい。そしてトランプさんはね、この投稿の翌日、つまり6月29日にも2度目のマコーネル批判を展開します。これもね、比較的短いのでそのまま読んでみます。特定のライノの上院議員らがホワイトハウスに出入りしてインフラストラクチャーなどで交渉してもいつまでも何も得られないのを見るのはとても悲しいことだ。この一文はね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、おそらくライノのね、共和党議員がホワイトハウスに行ってインフラ対策などの民主党の政策に関してね、共和党の側の意見とうまく調整しようとね、動いていたことを指しているんではないかと思われます。ちょっとこれだけではよくわからないんですけど、そういうニュアンスだと思うんですね。次読みます。彼らは自分たちが急進的な左派にもてあそばれ、利用されていること、そして常に悪いことしか起こらなかったことをいつになったら学ぶのだろうか。そもそも上院を失うべきではなかった。ありがとう、ミッチ。新しい院内総務が必要だ。しかも早急に、とね。トランプさんは、ライノたちは完全に民主党側の人間というよりは、日和見主義というのかね。背骨がしっかりしていないために、いつもしたたかな民主党にいいように使われている存在だと見ているようですね。そしてここでもマコーネルさんが今年の1月のジョージア州での決選投票における敗北の原因を作ったと暗に主張していますね。それにしてもこの2回目の声明文もかなり辛辣ですよね。特に最後のありがとうミッチ、新しい院内総務が必要だ、しかも早急にはね、最後通牒か引導を渡すというニュアンスにしか取れませんよね。トランプさんは良くも悪くも有言実行の人です。声明文でここまで公にミッチ・マコーネルさんの更迭を明言した以上、今後このまま何もしないということはありえないのではないでしょうか。おそらく遅くとも来年の中間選挙が終わったら共和党上院を説得してマコーネルさんを院内総務の座から引きずり下ろすことになるでしょうね。その前になるかもしれませんけども。そうなるとね、下院の院内総務のケビン・マッカーシー氏は今やゴリゴリのトランプ派になっていますし、今後上院もゴリゴリのトランプ派の人物が院内総務の座に就くことになればね、ほぼ共和党イコールトランプ党という感じになるのではないでしょうか。それは共和党がより理念が一致した政党、言い換えれば順化した政党になるということであればね、僕は前向きに捉えたいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひ
チャンネル登録をよろしくお願いします。